こんにちは、斉藤直樹です。今回はトレーディングカードのイラストのコツということで、超重要なポイントを解説しちゃいます。質問が来ております。匿名さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも背中を押してくださるたくさんの動画をありがとうございます。カードゲームのイラストについて質問させていただきます。私はカードゲームのお仕事がしたいと思っており、本当にお仕事をいただけたらと仮定して練習しています。縦長のイラストで、下の方にテキストが入る想定で書くと、構図につまずいてしまうことがよくあります。書きたいと思うシチュエーションをカードイラストの枠にうまく当てはめることができません。特に複数のキャラクターを配置しようとするときがとても難しいです。例えば A というキャラクターのカードで A と B が並んでおしゃべりしようとしている様子を描く場合には A を目立たせなければいけないと思うのですが、なかなかうまくいきません。長年カードゲームのイラストに携わっていらっしゃる斉藤先生にカードイラストのコツをご教授いただけませんでしょうか。ご多忙のところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いします。とのことです。はい。結構具体的な困りごととシチュエーションの設定も来ていますね。はい、わかりました。いただいた質問に対して実際に僕が作例を示しながらですね、トレーディングカードゲームのイラストの何が大変なのか、どこに気をつければそれを解決できるのか、きっちりと解説させていただきます。この動画を見ていただければ、将来トレーディングカードのイラストが描きたいな。でもどこに気をつければ見栄えがするトレカイラストが描けるのかわからないというお悩みを払拭して、うおー、これで俺もトレーディングカードのイラストが描けるぞってね、ワクワクしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それと今日使うカードフレームのフォーマットを僕のピクシブファンボックスにアップしましたので、練習用に使用するときはね、そこからダウンロードして使ってみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。背景も描こう。まず簡単なところから解説しますね。少しずつ難しくなっていくと思うので、最初にウォーミングアップです。はい。最初のポイント。トレーディングカードのイラストを描くなら、背景はほぼ必須です。キャラクターだけではなくて、背景も描きましょう。ということで、まずはこんな感じのラフなんですが、キャラクターイラスト描いてみました。カードゲームのイラストということで、本当はね、カードフレームがありますが、後でね、別のポイントで解説しますので、まだね、あえてフレームには入れていません。で、この状態だけでも魅力的なキャラクターが描けているなら、いいはいいんですが、トレーディングカードの絵ってほとんどが背景込みのイラストだと思います。はい。こんな感じですね。背景が入ることで絵としてのシチュエーションがはっきりしましたし、さらに引きのあるイラストになったと思います。中には背景がなくて何らかのパターンや模様があしらわれていたりすることもあるにはあると思うんですが、そういうのは稀ですので、まずはしっかり背景も描けるようになりましょうね。はい。次行きます。テキストで隠れることを意識してポージングを描こう。さあ、ここからがトレーディングカードのコツについての本番です。質問者さんも書いていましたが、トレカイラストの難しさって、レイアウトにあります。こちらをご覧ください。こちらは僕が今回作ったカードフレームなんですが、このようにですね、カードって外枠のフレームと、その中にテキストや様々な情報が載っていることが多いです。当然ね、フレームに被ってしまったところの絵は隠れて見えにくくなってしまうので、このテキストやフレームの下には重要な部分は書かないというのが大事になってくるんですね。じゃあ、さっきのイラスト、このカードフレームに当てはめてみましょうか。はい。こちらのイラスト、この状態で見ると、絵としては全然問題なく、いい感じにまとまって見えると思うんですが、さっきのカードフレームに配置してみると、どう見えるでしょうか。やってみましょう。はい、ドン。いかがでしょう。テキスト部分に手が隠れてしまって、いまいちね、何をしているのか、パッと見分かりづらくなってしまいました。フレームに入れる前はね、手前に手を差し伸べているんだなっていうのがわかるのに、対してフレームに入れた後は手の表情がわかりにくくなってしまったので、こっちに手を差し向けて何をしているのか、ちょっと判別しにくいですよね。もしかしたらじゃんけんしてるのかもしれないし、武器を持っているとかもあり得るかもしれません。それがテキストによって隠されてしまっているわけです。これがですね、トレカイラストの難しさなんです。絵としてはよく描けていても、フレームに入れるとそれが成立しなくなっちゃう問題。これを解決するにはですね、意外と単純です。テキストで隠れることを意識してポージングを書く。もうこれしかね、ありません。はい。これを受けて僕はこのように修正しました。はい。すごく単純ですが、手の指の表情がほぼ見えるようにテキストの部分から手を上にずらしました。こうすることによってフレームに入れる前の絵と同じようにこちらに手を差し伸べていることがわかりやすくなりましたよね。ラフで試行錯誤してみよう。
さて、質問者さんが困っているシチュエーションについても解説していきましょう。複数の人物が同じフレームに入っている時のイラストですね。具体的には A の人と B の人がおしゃべりしている絵がうまくフレームに入らないということですね。なのでまずは一旦、こちらもラフなんですが、イラストを描いてみました。はい、どうも。A さんと B さん、二人の人物がいて、で、窓際で仲良くおしゃべりしているようなシチュエーションです。さっきのカードフレームに配置してみるとどう見えるでしょうか？まあ、全然悪くはないですよね。はい。ただ、ちょっとだけ気になるのは、カーテンの画面への入り方です。フレームに入れる前は、両端のカーテンがしっかりと見えていたのに対して、フレームに入れた後は隠れてしまってね、少し微妙な見切れ方になってしまいました。カードフレームを最初から考慮せずに書くと、こういうことが必ず起こりますので、フレームに入れた後に調整が必要です。はい。じゃあ、調整してみましょう。はい。こんな感じ。このぐらいが最初に思い描いた見え方かもしれません。カーテンもフレームにちゃんと入っていて、窓の外の明るさをくっきりと強調してくれています。ただね、もしあなたが背景ではなくてキャラクターをもっと強調したい。ここではキャラクターの表情が見せたいんだ。という場合には逆にズームアップしてあげた方が効果的かもしれません。例えばこんな感じですね。このようにカードフレームやテキストによって見え方がね、最初からは想像しづらい場合もあります。そういう場合はですね、単純に一旦絵を描いてみて、それをフレームに当てはめてからズームアップしたり逆にズームアウトしたり、ポーズを変えてみたり、配置を変更してみたり、そういった試行錯誤をラフの状態である程度試してみるのが非常に効果的です。これをせずにね、いきなり清書まで進んでしまって、で、最後にフレームに当てはめてしまうと、絶対に事故が起こります。そうならないように、まずはラフの状態で試行錯誤してみる。これをね、覚えておいてくださいね。絵の主役の配置を考えよう。さて最後にもう一枚ラフを描いてみました。というのも、匿名さんの質問によると、カード名が A ということで、A と B が並んでおしゃべりしているような様子を描く場合には、A を目立たせなければいけないと思うのですが、とあります。確かにね、カード名が A だとしたら、ここは A を立たせるべきでしょう。カード名がどちらか一方ではない場合には、先ほどのイラストのように、特にどちらかを目立たせなければいけない、成立しないというわけではないと思います。はい。今回はおそらく匿名さんは、どちらかの人物を目立たせたいということなので、そういった場合、先ほどのように真横から見たような構図では、どちらかにスポットライトを当てるようなことはできません。そのような場合どうすればいいのかというと、こうします。はい、ドン。はい。このようにですね、どちらかの人物を後ろ姿にしてしまって、顔を隠してしまいましょう。で、もう一方の人物は、しっかりと顔が見えるように描きます。このようにすることで、顔が見えない側の人物はあまり注目を集めなくなりますので、結果的に顔が見える方に自然と視線が向かい、そちらをね、絵の主役にすることができるんです。このように、複数の人物が同一画面上にいる場合、顔の向きに注意しましょう。主役は顔が見える角度に描かれていて、その他の人物はあまり顔が見えない角度で描かれている。これさえ意識すればね、画面の中にキャラクターがたとえ何人いようと、自然と主役にね、目線が向けられると思いますよ。さあ、では同じようにカードフレームに入れ込んでみましょうか。はい、こんな感じ。はい。これでもね、全然いいと思います。ただもしですね、もっと主役の女の子に注目を集めたいという場合には、思い切って少しズームアップしてもいいかもしれません。こんな風に。はい。こうすることで、左の女の子を見切れさせることができるので、より顔が見える右側の女の子に注目を集めることができます。この辺はね、好みの問題だと思いますので、好きな方を選ぶといいと思います。明るくはっきりと着色しよう。はい。最後のポイントになります。最後のポイントは、明るくはっきりと着彩しようってことですね。さっきのイラストを簡単に着彩してみました。はい、ドン。はい。さっきの一色染めのオーラフと違って、全体のイメージがはっきりとして、明るい雰囲気のイラストになったのがお分かりいただけると思います。カードゲームのイラストは、カードのサイズがそこまで大きくないので、あまりはっきりとしない、コントラストが弱めの絵や、あとは暗いトーンの絵だと、印象が潰れてしまって、見栄えがしないことが多々あります。なので、できるだけ色をはっきりと、コントラストを強めに着彩して、くっきりはっきり塗るのが見栄えを良くするポイントだと思います。あとはですね、これは清書の段階で意識するといい部分ですが、キャラクターの主線をね、若干太めに濃く描くといいと思います。というのもですね、カードゲームのイラストは、カードサイズに合わせてかなり縮小されることになるので、パソコンやね、iPad で見ている時の印象よりも、かなり線が弱くなることが予想されるんですよ。なので、最終的にはカードサイズになることを考慮して、色はね、はっきりとコントラストをつけて強く、そして線はくっきりと太くと意識しておくと、見栄えの良いトレーディングカードのイラストが描けるようになると思います。
トレーディングカードの仕事の流れ。はい。最後にですね、トレーディングカードの仕事の流れをご説明しますね。といっても、そこまで他の仕事と流れが変わるようなことはありません。ただね、他の仕事と違って、ちょっと独特な部分もありますので、そこも解説してみますね。はい。ざっと流れを並べてみると、こんな感じの工程があります。1、発注確認。2、オーラフ提出。3、カラーラフ提出。4、聖書提出。5、修正。6、納品ですね。はい。最初から解説していきます。1、発注確認なんですが、トレーディングカードの仕事は他と違って、一旦ですね、発注が決まると、そのカードゲームがなくなるまで、基本的にはね、お仕事を振っていただけます。なので、何ヶ月かに一度、新しい段が始まるのですが、今回は何枚かけますかという発注確認が来ます。もちろんね、希望通りにはいかないかもしれませんが、今回は2枚かけます。今回は3枚かけます。と、希望を伝えるような感じです。ちなみにですね、書きたいレアリティについては聞かれないことが多いです。これは当然で、大体の人がスーパーレア書きたいです。ウルトラレア書きたいです。と考えると思うんですが、そのあたりはですね、運営側も計画に合わせて、今回はこの人の絵で目玉を作ろう。と、演出的な部分まで含めての企画になりますので、レアリティはですね、おそらくほとんどのカードゲームで発注されて初めてわかる部分なのではないでしょうか。そして2、オーラフの提出なんですが、これはキャラクターのポージングや画面への入り方の確認になります。イラストレーターと発注側のイメージがあまりにもね、かけ離れていないかどうかや、そもそもの絵の方向性がこれで合っているのかどうかの確認になります。なので、この段階はそこまで詳細なラフじゃなくていいことが多いです。僕の場合にはこんなラフが多いですね。線は結構ラフで適当なんだけど、色もざっくりついていて、全体の印象はわかる程度です。はい。そして次にカラーラフの提出です。オーラフのチェックが通ったら、イメージをさらに詳細に詰めて、最終的なカラーラフにします。僕の場合のカラーラフは、だいたいこのぐらいの書き込みであることが多いです。はい。こんな感じ。線はね、まだ整ってないんだけど、色の雰囲気がだいたい分かって、固有色もつけられていて、だいたいこんな感じに仕上がるんだろうな、と、誰もが予想がつくような、そういうカラーラフですね。で、これで OK が通ったら、あとは聖書の提出。全体をクリーンアップして、線画を丁寧に描いたり、あとは細部を詳細に書き込んだりと、完成にまで持っていく感じです。で、5の修正ですね。キャラクターの設定が決まっている場合には、設定とのズレがないかを確認してもらって、もしあれば修正。他にも、絵的に不自然な部分があれば、それを指摘してもらって、そこを修正するっていう感じです。僕の場合にはね、手が6本になってしまっている、なんていうこともたまにありますね。で、それが全て OK になったら最後。6、納品です。注意しなければいけないのが、トレカイラストのほとんどは CMY 系納品だということです。基本的には印刷物なので、RGB だとね、色が変わってしまいます。なので、カラーモードを CMY 系に最後に変換して、データを PSD ファイルで納品するというのが、トレーディングカードの仕事の全体の流れになります。ちなみに僕はですね、色変換が最後面倒なのと、なおかつ RGB と色が変わってしまいますので、最初からもう CMY 系で書き始めちゃうことが多いです。その辺はね、最終的な使われ方にもよりますが、そっちの方が間違いは少ないと思いますので、ぜひね、参考にしてみてくださいね。匿名さんが理想的なカードイラストを仕上げられることをお祈りしております。頑張ってください。応援しています。お知らせです。動画販売サイトVimeoにて、1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。